今、立島山に来ています。2025年の冬。立島山は、標高だいたい2500メーターぐらい。日本百名山のうちの一つ。今、まだ登り始めたところです。今、何をしているのかというと、アイゼンなしで、滑らずに上がる、最初のトレーニングをしています。アイゼンなしだと非常に、滑りやすいんですが、足の裏全体を雪面につけるようにして、重心は前に倒さずに、登るというトレーニングを兼ねて、最初はアイゼンなしで登っています。スズラン峠に車を止めてピストン、赤い線がルートです。Google Earth で見るとこんな感じで、多少ジグザグはしているけど直途に近い感じですね。登山口の気温が今日はマイナス4度だったから、あったかい方かと思います。今のところ風も、そんなに吹いてません。ただ多分山頂に着いたら風が結構ある程度吹いてるのかな。外から山頂を見るとちょっとこの雲が流れていたので、そんな気がします。もうすぐ2月になろうかという自分ですが、雪はさらさら非常に上質。いい雪です。標高は1990メーターです。ほぼ直途。山頂まで地図で見るとこんな感じで直途する感じかな。息切る感じ。ここら辺はね、白樺の木が多いです。白樺と、あとは松だね。標高はもう2000メーター超えてるはず。相変わらず直線的な直途。穏やかな風。太陽がすごく暖かい。標高2100メーター、ちょっと斜度が穏やかに、平らなところがあるんで、ここで休憩。しばらく平らじゃねえな、斜度が緩やかな登りやすいところが続いてます。さっきは休憩の時にコーヒーをゴロンゴロね、昨日の夜焙煎したやつを、
ドリップして引いて、前で持ってきて引いてドリップして、飲みました。俺はちょっと飲んでないけどね、美味しいって言ってくれた。上りじゃなくて平坦になったね。これからしばらく平坦な場所が続くみたい。ここは高徳平、そして立科山に向かう。行く手前方に、木の隙間に、立科山がちらほらちらほら見えています。はい、これ上がカーブしてますよね、はい、これ何がいいかっていうと、やることが足を起こしてとか、シャドウがついてきました。デッキル出して登り始めます。おお、素晴らしい眺め。靴の裏には全然、スパイクの裏には全然雪がつかなくて、サラサラな雪、いい雪質。雲が流れてる。八ヶ岳連峰が見えています。キュートで息が上がるね。標高が今2200、山頂が2500なんで、あと300メーターぐらい。最後のキュート。その実家のお土産屋なんですけど、ここリセットして。綺麗。イエーイ。もうあれどう浜。ラスト200メートル強。現在標高2300メーター。もうそろそろ2時になる。山頂下山開始は2時頃には下り始めたいので、ちょっとピッチを上げてます。みんなラストスパート。ちょっとぜいぜいと荒い息を吐きながらも頑張ってのラストスパート。山頂はもうちょい。足の可動域がすごい狭いですよ。大して足上がらないですよ。まあ、腰が折れた状態でやるとしっかり上がるんです。この上りもこうなってるとだいぶパフォーマンスが落ちます。で分かってるんだよね。なんだっけな。したね。結構傾斜きついです。みんな頑張ってる。この山は諏訪富士と言われるだけあって、元活火山、今でも火山で、噴火してないけど、なんで富士山と同じで山頂に近づけば近づくほど斜度が上がる。
で今は最後のラストスパート、あと標高差 100m ぐらいのところに来てます。だから一番シャドウがきつい場所。八ヶ岳連峰、ラストスパート。標高2460、あとわずか 100m 切ってます。もう山頂が見えかけています。山頂の、火成岩、立科ブルー、山頂がもう少し。森林限界越えたぜ。もうすぐ山頂だ。森林、林がなくなったんでちょっと風が吹き始めた。雲の流れも速い。視界が開けた。八ヶ岳連峰が全部見渡せる。すごいね。みんな今度は岩のところをアイゼンで登っているよ。アイゼンで岩の上を歩くっていうのは、アイゼンが岩に刺さらないから難しいんだよね。またこんなように斜めになっている岩の上を歩くのはなおさら難しい。風が強くなってきた。風の音をマイクが拾っちゃって何を喋ってるか聞こえませんね。風がかなり強いです。山頂直下の岩と雪がミックスした場所、かなり歩きづらい、アイゼンで歩きづらいんですけども、もう山頂はすぐそばに見えていて、みんなで最後のアタックをしている、そんなところです。ミニモンスターになってるね。ミニモンスター、かっこいいな。じゃあ山頂、八ヶ岳連峰。もうちょい、あとちょい。さあ、あとは山頂まで。あと 100m。ほっとズボズボいくね。いい眺めだ。右手に八ヶ岳、山頂が見えた。ここは元火口、噴火口、岩に埋め尽くされた噴火口、そしてそこに山頂。ここは、この山頂はゴツゴツしたこの岩泥に覆われています。
到着です。山頂立科山2500ホニャララメーター、お疲れ様です。着きました。立科山2530メーター。さあ下山だ。残りは何だったんだろうって思うよね。はい。あっ。この横歩きのととても数がある場合は急角度なので下るのもちょっと難しい。ちょっと応用編なんですけど、スティックともう山頂の方が曇っちゃったんで、ちょうど行った時に晴れてたからすっげえラッキーだった。晴れ男だね。